はい、こちらは明けて月曜日となっております。今、朝ごはん食べて、ちょっと運動して、今から昼ご飯に向かうところであります。で、ここからね、タクシーで移動して、15分ぐらいのところに、ランチの場所があるということで行ってみましょう。月曜日のパリスはね、こんな感じでございます。非常に過ごしやすい気候ですね。車で移動しまして、こちらのレ・グランドパンというですね、レストランにしております。こちらでね、お昼ご飯を食べるということで楽しみにしております。さあ、こちらのお店、非常に、ね、お肉が有名ということで、今ゴンさんが食べてるのはこちらの、ブラッドサラミ、血のサラミということですが、さあちょっとこっちから行っていいですか？こっちから行った方がいいね。まずはでもお酒とか飲んだらね、お酒当てがあれば全然いいな。じゃあ私もいただきます。いただきます。珍味だね。珍味。いわゆる。なるほど。この中でもフランスの多分ソーセージ。まあ。美味しい。血の味は特にしないかな。独特のやっぱ風味がありますね。お前飲むの？飲むんだったら俺も。さっきの珍味は困ったんですが、このサラミやばいです。俺でもこれ俺結構だから酒好きだから俺のこれは合うなって思うよね。ブラッド血行きました。血食ったけどなるほどこれはこれ単体で食うもんじゃないね。おお。酒のあてとして。そうだそう呼子のイカですよ。呼子のイカっていう名称。知らない。イカって言ったらサワラです。そう。こちらのプレートが来て、鉄人自らがスープを注いでくれるとのことです。Pas de légumes, je crois. Merci. Ouais, attends, on va demander un peu. なるほど。Ici. ポタージュだったんだね。優しい味ですね。Okay, so let's see if you guess the meat. ミステリーミート。何でしょうかねこれ。パンの上にお肉が乗ってるらしいんですが、何のお肉当ててみたいと思います。なんだろう。わかった。ピジョン？違うか。ダック？Special sauce in the camel, and that's the sauce. 何あれ？何牛角？牛角sauce. Yes. Oh, really? He used this sauce in the camel. このソースがかかってるそうです。かかってんだ。さあ来ました。メインプレートでございます。この骨。これ牛肉です。そしてこれは豚ですね。骨付き。美味しそうだ。でこのプレートめちゃくちゃ熱いです。熱い触っちゃダメって言われました。でこれをね取り分けて今から食べていきたいと思います。早速お肉いってみたいと思います。うまい。前菜もうまかったけど、これが本番ですわ。このね、表面カリカリで中はレアです。
ミルクライス。ライスだし。フランスではご飯をね、使うのよ。初めて食べるわ。何これ。キャラメル全然ご飯っぽくない。It's very, グ very ッズグッズグッズ。ちゃんとご飯だ。なんか餅っぽいのかなと思ったけど、ね、美味しい。まあご飯はもともとちょっと甘いですからね。こういう使い方を本来してもいいよね。日本じゃこんなデザートなんかなさそうだよね。確かにパンで甘いをやるんだったらご飯でもいいよね。確かにね。まあおはぎとかがそうか。あんこ。美味しい。モンブランで。時々アップス撮りするまでしょ。あ、どうぞ。取った。取りました。もう全部取りました。皆さんの顔もいただいたんで。今回の飛行機なんか見たい映画すげえいっぱいあったわ。あ、そうなんだ。ダンジョン飯を入れないと。見てなかったけど。あ、男女飯買ったの？ダンジョン飯買います。あれ一応全部やってる。まあよくできてるよ。ああ、そうそう。アニメもちょっと見て、すごい面白いです。アニメはもう大体見た。綺麗にまとまってんなっていう。いい終わらせ方をいい作品、いい作品。シナモン。アップの not the apple, the other apple. The, oui, là et là. Oh non, là-bas et. Ah, coco. Vous avez également du sucre. 来ました。ああ、そうそう。Ah, another one. Oh, oui. このコンビネーションだ、フランスは。あーって飲む飲み物じゃねえだろ。はい、こちらフランスのね、シャルドゴール空港に着いたんですが、まだ早いため、時間を潰しております。空港にあるマックで、こちら、サンデーとエスプレッソ。まあ、この味に違いは多分ないんですが、わかんない。パリで食ったらうまいかもしれない。美味しい。いや、同じです。ここは同じです。でもこれね、エスプレッソがあるおかげで、甘いものが進んじゃいますね。なんか一口飲むたんびにちょっとリセットされるから。フランスのなんか甘味ってさ、なんか酸味強かったね。酸っぱいものが多くて、デザート甘く酸っぱかった。そう、なんかクリームとかも、砂糖っていうよりもなんか酸味が強いイメージだった。苦味と酸味が合うのかもしれないね。じゃあ今回のね、総括を伺っていきたいと思います。いいですか、じゃあゼータの樋口さん、今回の総括といたしましてはどのような感じでしたか？それ俺のってことですよね。ああ、そうですそうです。あ、そうですね。プレイン優勝して、初めて本戦出たんですよ。なんで、まあ結構レッドブル組み手自体は昔から見てたんで、まあ、そこ出れてすごい良かったなっていう感じで、まあ、初陣、まあノルマは達成できたかなって。本当はね優勝したかったんですけど、まあ、ノルマ達成できたんで良かったなっていう感じでした。まあ、楽しくやれました。正直もうプレイン勝っただけでノルマ大達成だと思います。あ、マジですか。はい、よかった。はめこさんもいや、はめこさんにはぜひね聞きたいことあるんですよ。ああ、もう何でも聞いて。いや、ていうかまずやっぱね、コメンテーター、大変。大変？大変だと思いました、俺は。どの辺が大変だった？まず僕は慣れてないっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱその的確にね情報をお伝えするだとか、俺だから昔のはめこさんの解説のイメージだったんですけど、だから僕とはめこさんが一緒にやった時に、やっぱねもう実況も滑らかだし、両方やっぱりしっかりできるんだなっていうのが。まあ俺はもう元々一応両方ずっとやってきてるから、鉄拳は実況やってたし、ストリートファイターもこういう機会結構5の頃からやっぱあって、まあ実況もやれた方がいいよねっていうか、その選手と一緒にやるっていうやり方もまあもちろんすごい大事だと思うから、両方やれる状態が望ましいのかなと思って、やってきたんですけど、
まあ本当に今回は拙い私を助けていただいて、いやいや、そんな全然そんなつもりはなかったけどね。普通に楽しくできてよかった。ありがとうございます。でなんだろう、やっぱり慣れてないとちゃんとやんなきゃって多分思う人は多いと思うんだけど、はいはい、見てる人がどう思うかはすごい大事だと思ってて、一番大事なのは楽しそうであるっていうことなんだよね。楽しそうにその人の試合を見てたりとか、うまいことに対して素直にリアクションが出る方が一番いいと思うから、俺はそれはできてたと思うし、でしかもやっぱ選手がそれを驚いたりすることがすごく説得力があると思うんですよ。だからすごいそれは良かったんじゃないかなと思ってますけどね。ありがとうございます。はい。まあ、楽しそうに時々はすごいふざけすぎたかなと思いましたけど、人の試合を楽しく見るっていうのが俺は一番大事だと思うよ。いやー、ありがとうございます。あれですエンディングウォーカーが影ちゃんに勝った時のこれ、いや、あいつマジであれ俺もう10年以上してんのよ。そう、もともとずっとプレイヤーで、なんか後ろでまたいつもみたいにふざけてるなと思ったら、勝ってきて、うわっみたいな、そういつ。まあでもなんかああいうサプライズというか、まあ、楽しそうであるっていうことは俺はすごい効果がやっぱあると思ってる。そうですね。なんかその、たらたらと真面目に解説したりするよりも楽しそうにしてるっていうのが一番見る人にとっては多分面白いものだと思うんですよ。だからまあもうそれができているんで良かったんじゃないでしょうかと思ってますよ。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。じゃあ、はい、まあでも次はね、そうは言っても、選手で出たいと思ってるんで、引き続き頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、空港の中に入ってもうね乗り場のゲートのところまで来ておりますが、こちらねシャルル・ド・ゴール空港にベルギーに行く時にも使ったんですが、アーケード筐体がね置いてある空港の中にで、これね好きに遊んでいいんでこのコーナー来てみました。お、これは021 01って全然やんなかったな。ガイはなんか相当強いらしい。ジャンプ軌道やば。でこっちはこれ何のゲーム？ソニックだ。アーケードでもあるんだ。お、メガマン。日本の名称はロックマンです。ネオジオ、そして今データイーストとあったからなんだろうな、わかんねえ。アクションゲームだ。お、でこれはもう皆様おなじみスパ2。お、知ってる？なんすかこれ。ティーンエンジミュータントニュータントのティーンエンジミュータント忍者タートル。バトルハウリーズ流れてた。そうこれね僕たちが子供の時にアニメでやってて、結構流行ってたんですよ。で、マーブルスーパーヒーローズ VS ストリートファイターなので、これはあれですね、ノリマロとかが出てくるやつですね。カプコンのゲームが人気だな。こっちはパックマンだし、右側ね、右側パックマン、パズルファイター。これは格ゲーっぽいな。何これ？格ゲー、ティーンシュラ違う、フットボールか。サッカーね。バトルトートだ。懐かしいね。こちらでしばらく時間を潰したいと思います。はい、これから、乗り込みます。フライト時間はね多分12時間は超えるんじゃないでしょうか。長らく滞在したこのフランスもこれにて帰国いたします。お、なんかかっこいい
空港でしたね。シャルル・ド・ゴール空港。行きはね空いてたけど、帰りがどうやら混んでそうです。はい、12時間以上に及ぶ長きフライトを経て、こちらね、羽田空港にたどり着きました。帰りのフライトはですね、なかなか揺れたりもしてちょっとエキサイティングだったんですが、結構ね寝方が、分かったので、あっという間にダンジョン飯も、読みました。前回読んでね、非常に、奥深いというか、最初ねモンスターの肉を食べてるだけの、逆マグナムだと思ったんですが、結構いい深いテーマが置いたんだなという感じで、感読させていただきました。そんなこんなで、日本に着いたんですが、まだね家に着くまでが、旅だと思いますので、これから気をつけて帰ろうと思います。そろそろねラッシュも始まっちゃうので、早めに退散させていただきます。家に帰ってきました。このレッドブル組手、2025、ひとまずね、無事終了でございます。で、大会としての総括ですけれども、もうね、今のレベルね、もう誰が勝ってもおかしくないなと思っていたんですが、結果的にね、リジェクトのビッグバードが最後までね、自分を信じたプレーで、日々練習を本当によくサボらずにやる方なんで、それの賜物が出たんじゃないかなと思います。でね、決勝のインタビューでも彼言ってたんですけど、レッドブル組手、サウスアフリカが、このゲームが、発売されてから間もなくあって、そこで優勝してから、本当にその大きな大会で勝つっていうことはできてなくて、自信を失っていたみたいなんです。それでもめげずに、日々の練習を続けて、その結果として、こちらのレッドブル組手、10周年のフランス、パリでのね、組手2025で勝てて、また、自信を取り戻し、これからも引き続き、頑張っていくということなので、今後もね、非常に手強い相手になり続けると思います。おめでとう。そして、目立ったプレイヤーはやっぱね、2位のエンディングウォーカー、エドが、パッチが入った後で、もう竜一本でずっと戦い続けて、波動拳とか側頭とかも全然使わなくて、自らの拳と、あとは集中した後の圧力。それでね、対戦相手にどんどんプレッシャーをかけていくスタイルっていうのは、日本のトッププレイヤーではそういうスタイルをまだ確立している人、いなかったと思うので、竜使いの人もね、これでモチベーション上がって、ますます、ストリートファイターやり込むぞっていう感じになったことかと思います。僕らもね、竜にやられないようにしっかりとね、気を張って頑張っていきたいと思います。そして今回はですね、僕は初参加、キャスターとして初参加させていただいたんですけれども、もう本当にね、普段慣れていないこともあって、周りのね、R さん、はめこさん、そしてヒカルくんにも、助けられたんじゃないかなと思ってます。普段やっぱ意識して見てないからか、なんかここで、よくこういう言い回しが出てくるなとか、こんなにも滑らかにどんどんよく出てくるなと、もうね、感心しました。でね、今後、こういう機会も、引き続きあるかもしれないので、意識しながら精進していくと思うと同時に、やはりね、熱い試合を、見させてもらったからには、次はまたね、プレイヤーとして、絶対出るぞという思いでございます。今回はね、本当にレッドブルのスタッフの方々と、あと、現地で僕らのお世話をしてもらったジョー東ことフィリップさん、フランスのコミュニティの方に、いろいろサポートしていただいたおかげで、大会としてはもちろんですし、この全旅程として、パリへの日程、全日程、本当に余すことなく楽しめたかなと思います。またね、彼らが日本に来た時はぜひね、もてなさせていただきたいと思いますし、またパリ行きたいなと思いました。そんなレッドブル組手、2025でございました。今度は、僕個人的には、来週韓国にちょっとね、行ってみたりとか、さらには、もう来月中頃には、エボジャパン CPT も始まります。
そちらに向けて、どんどん練習の方もね、頑張っていきますので、引き続き皆様何卒よろしくお願いいたします。そんな感じで、この動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。また